皆様こんにちは。いつもご視聴くださりありがとうございます。本日はですね、F2L の判断を強制的に練習するための GG メソッドをですね、ご紹介しようと思います。よかったらぜひご覧になってください。で、どういった感じのものかというのを、私がね、見た方が早い人なので、あえてもう実践で説明をしていくんですけれども、エッジがね、向きが違うというのを全部正しい向きに整えてから揃えていくってやつなんですけど、いい点が F2L を入れるときとかに持ち替えをしなくていいというのがまず1点いい点であって、もう1個が OLL がここのエッジの向きが合ってるので、絶対に十字の形の7パターンしか出てこないんですよね。で、それがいいなというところがあるんですけれども、私がなぜこれをやり出したかというと、ただ F2L の練習がしたかっただけなんですけど、持ち替えをしなくていい。つまり、ここにオレンジと緑のペアとかがあった時って、私っていつもこうしないと確認ができなかった人なんですよ。で、こうしないと IT 化ができなかった人なんですけど、これから持ち替えたくないんですよね。GG メソッド。なので、この状態の時の IT 化どうやってやるのかなっていうのを判断できる訓練ができちゃうんですよね。なので、いいなと思ってやってみたんですけど、ですね、これ普通に GG メソッドで皆さんできるようになります。GG メソッドの一番大変なところって、エッジの EO とか、ちょっとそういう小難しい話は置いといて、エッジの向きを判断することって結構難しいと思うんですよ。これ、見てくだされば超簡単です。まず一番最初に GG メソッドやってみますね。エッジが反転してるやつをちょっと見つけてみますね。簡単なのにしとけばよかったな。もういっぱいあるんだけど、もう死にそうなんだが、6個、6個あんな。で、これ触ってるから、6個、7個、ってことは8個あるってことか。うわ、ちょっと先にもうそれを揃えちゃいますね。エッジの向きを調節をしていくんですね。で、これと、これと、これか。これとこれとこれだから、これをここ持ってってこういって。はい。今ちょっと謎の動きをしたんですけど、これでエッジの向きっていうのが揃いました。青面から一切持ち替えをせずに完成まで持っていきますね。で、じゃあ一番最初にクロスを揃えます。GG メソッドの時っていうのは F の動きと B の動きをやりません。絶対に R と L と U と D のみの動かし方で揃えていくことができるんですけれども、まず、十字入れちゃったとして、GG メソッドの面白いところが結構クロスがね、自由に組めるっていうところがあるんですけど、私はちょっとクロスの組み方がめっちゃ下手くそなんで、みたいな感じなんですけど、例えば今まだここのクロスは入ってないんですけど、クロスを組むときにですね、ここに向こう側に行くエッジがあるんですけど、赤緑、ここのエッジなんですけど、クロスとコーナーの色をこうやって合わせちゃって、ほいってクロスを入れたんですけど、X クロス状態になってるんですね。で、例えばなんですけど、同じようにオレンジと緑がこうやっていたとして、上に向けないといけないからな。オレンジ緑、こうやってブロックができたとしたら、ここにオレンジ緑のブロックをここに乗っけて、この L 字の形にしてあげて、ぶち込んであげると、はい、もうクロスを揃えた時点で、こことここの F2L が入っちゃってると。で、あとはこの状態だと1、2、3で入るのかな。で、この状態だとどういく？私この状態だと IT 化いつもどうやってんだっけ？これ私ね、多分 F 動かしてやってんだけど、これだとどういった方がいいのかな。こうでいいかな。これでこうやって IT 化するしかないのかな。そう、GG メソッドをね、ちょっとやってみたら、IT 化の手順がですね、F とか B を使えないので、もちろんこの ワイドとか M も使えないので、使えないってわけじゃないんですけど、使っちゃうとせっかく揃えたエッジが
崩れてしまうので、こうやって十字の形とかが絶対出てこないんですね。なので F2L の組み方がですね、なんかちょっと遠回りな気がするんですけど、でもほら、はい。ずっと青面向けて持ち替えは全くしない状態で F2L4 箇所全部入っちゃいました。で、もちろんエッジの向きが合ってるので、上は絶対に十字が出てきます。で、十字の形を揃えてあげて、はい、揃えて、で、一番最後、U パームが出てきたので、揃えてあげると。こんな感じなんですが、一番最初にぶち当たる壁がですね、エッジの反転してるかどうかっていうところなんですが、これめちゃめちゃ簡単なね、判別方法を発見したので、よかったら見てみてください。その説明を先にしてしまうとですね、はい、プロトタイプ。これ半紙です。半紙で、小筆で書いたんですけど、こんな風になってたとして、ここの、じゃあ白とかでいいです。ここの白いエッジって、これ正しい向きで入ってるんですよ。なぜかというと、こうやってやれば、緑白って入りますよね。つまり、U とか R とか L とか D とかの動きで正しい向きでこいつ入れることができるんですけど、とにかく、このやつ、正しい向きで入ってるんですが、この正しい向きで入ってるやつが行く場所って、このバッテン書いてあるところなんですよね。これってここですよね。ここにも行くし、ここにも行くし、ここにも行く。そして、こうか。ここにも行くんですよね。ここ。ほら、2段目にも行くんですよ。で、当然、流通して、こうやっても、ここにも行くんですよね。ここにも行く。で、当然、下の面は、ここに行く。白がね。ここにも行くことができる。みたいな感じで、要は、正しい向きの時にどこに行くかなっていうのを考えた場合、この白いエッジって、ここに行かないんですよ。この白いエッジって、ここに行かないんですよ。ということを発見してですね。簡単に言うとそういう理屈、こういう理屈があるんですけど、何を見つけてあげればいいかと言いますと、はい、ここからです。ここからがもう驚きの EO の探し方なんですが、まず EO っていうのは、エッジオリエンテーション、エッジの向きの話なんですけど、そういうちょっと難しい単語とかね、置いといて、向きを整えてやろうぜと、その向きを整えてあげるのはどうすればいいんだいという話なんですが、好きな面でいいです。どこでもいい。青手前とか。皆さん白が下とか多いと思うんですけど、とにかく好きな面でいいので、とりあえず何かを手前にしてください。何かを手前にしたときに、横の色。今回は赤とオレンジですね。上の面と下の面と中段ラインに赤とオレンジがあったら、そいつは間違ってるエッジです。なので、それを探してあげるだけ。上の面に赤かオレンジいますね。こいつはもう間違ってると断定して OK です。で、下の面に赤とオレンジがいたら、そいつは間違ってる。この中にはいないです。なので大丈夫。中段ラインに赤とオレンジがいたら間違ってる。大丈夫ですね。で、反対側の中段ラインに赤とオレンジがいたら間違ってる。大丈夫。ということは、側面の横の色の、判別で分かった、エッジが反転してるなっていうか、この子たち。で、次に、上の色と下の色っていうのは、このプロトタイプくんの話で言うなら、絶対にここに出てこないんですよ。ここに白って出てきちゃダメなんですよ。出てきてたら、それは間違ってるエッジの向き。左側にも白とか黄色っていうのが出てきてたら間違ってるんですよ。で、ここの上と下のライン。反対側の上と下のラインにも黄色と白が出てきてたら間違ってるっていうことになるんですね。なので、それを探してあげればいいと。なので、じゃあちょっとこれ間違ってる。じゃあこっち見て。白と黄色ないですね。ラッキー。ここに白と黄色。はい、いた。はい、いた。という感じで、これとこれが間違ってます。で、上の段と下の段に黄色と白がいるかどうか。いないですね。いないです。で、反対側の上の段と下の段に黄色と白。こいついます。こいつ。なんだけど、最終的には、こいつとこいつって結局こうやって指さしてるんで、最終的にはこの崩れ方の状態で EO の向きが崩れてるっていうのは、この子と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 いうことが分かりました。
で、この向きを交換してあげるんですけど、EO っていうのは F とか B とかの動きで90度だけ回してあげると EO が反転します。つまり、間違ってるやつを手前ないしは後ろに4つとか集めてあげると、EO を全回転で一気に正しい向きにしてあげることができるんですが、これとこれを何とかして L と R と U と D の動きだけでこの面に持ってきます。じゃあまずこいつを D の動きでここに持ってきてみますね。ほい。これです。これ間違ってたエッジのやつ。これとこれが残り間違ってます。こいつを R の動き、嘘ついた L ね。L の動きでここに持ってきます。間違ってる。で、残りこいつなんですけど、こういって、これ間違ってる。こういけば、はい、ここに来た。で、間違ってるこの子をここに持ってくると、今探した間違ってるよっていうエッジがここに4箇所揃ったんですね。で、これをこっちでもいいし、F'、どっちでもいいです。90度だけコテッと倒してやると、はい、完了。これで全てのエッジの向きっていうのが正しくなりました。本当って思うでしょ？じゃあ揃えてみますね。さっきみたいにちょっと背面にね、ちょっと特殊な入れ方とかっていうのはせずに、もう普通に真面目に、じゃあやっていこうと思いますね。じゃあクロスを緑ぶち込んで、ここに青がいるから D2 して青ぶち込んで、はい、クロスができました。F とか B とかは使ってません。で、ここから快感なんですよ。F2L がね、見つけました。ぶち込みます。緑じゃないわ。青とオレンジ。ぶち込みます。で、赤。これよ。この形、私は向こうで持ち替えて、カッカッカッカって回すんですけど、こういうやつのこの場所で、今 GG メソッドでエッジを揃えているので、なんとかしてこの状態で IT 化が絶対できるんですよ。なので私はこの練習がしたくて GG メソッド始めたんですが、絶対持ち返しません。この状態でちょっとやってみますね。こういって赤が出てくるからこうすればいいんじゃね？はい、間違えたね。間違えちゃったね。普通に私 T 型を作るつもりだったんだけど、でもこれでここで I 型を作ってあげればやはり持ち替えをせずにぶち込むことができると。で、残りの青と赤、ここですね。こいつを向こうで I 型作ってあげて、ほい。こんな感じです。絶対に R と L と U と D の動きだけで、揃えていくことができると。F2L。めっちゃ楽なんですよね、これ。はい。こんな感じです。私が伝えたいのはこれですね。これ。このね、エッジの判別方法っていうのが、多分 GG メソッドとか、ルーメソッドとか、いろんな、解法がある中で、GG メソッドっていうのを多分調べてる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、なんかね、エッジオリエンテーション、どのエッジが反転してんのっていうのって、結構ね、わかんなくて、そこでもういいや、みたいな感じで挫折する方多いと思うんですが、これね、今みたいに F2L を全く持ち替えせずに入れることができて、ここに入ってるやつとかでも、持ち替えをせずに入れることができるやつというのを覚えることができるんですよね。例えばなんですけど、こういうやつ。ここに埋まってて、この子だけが反転してるよってやつって、一回出してっていう場合も、別に持ち替えをせずにコマは向こうで乗っけてっていう風にはできるんですけど、これをR と L と U とかの動きだけでこいつスロットインしてみますね。この子をここに出してあげて、で、ここに持ってきて T 型にしてあげてぶち込むと。ほら、こんな感じで特になんか F とかそういう動きを使わなくても普通に入っちゃうんですよね。反対にこれ、今さっき黄色が右を向いてたんですけど、手前を向いてるやつも向こうに持ってって、で、これを I 型にしてあげる。ここに持ってって。I 型にしてあげて、ぶち込むと。こんな感じ。この動きだけで揃えることができるんですけど、やっぱその GG メソッドで持ち替えをしてはならないという制限があった場合って、やっぱこういうのを強制的に覚えていかないと、
やっぱ持ち替えをすることになっちゃうんですよね。なので、これが出てきたと。こういう形が出てきているときって、なんとかして持ち替えをせずにスロットインができちゃうわけですよね。こうやって。なので、そういった追加 F2L 的なことを覚えることもできるっていうのはあるんですけど、私は、例えばこれあるじゃないですか。ちぎれてるパターンが一番いいんですけど、これとこれ。緑赤と緑赤っていうのがいるんですけど、これを緑って縦に揃えてからじゃないと、こっちに倒してここに乗せればいいっていうのが判断できないんですよ。私、この状態でここにあるって分かってたとしても、こっちに落としてここに乗っければいいのか、こっちに落としてここに乗っければいいのかって判断できないんですよ。この辺とか見ただけで。なので GG メソッドとかやってると、当然こうやって例えば赤固定とか青固定とかでやったんだったらもう持ち替えができないので、例えばこうやって見つけたとき、これいたって見つけたときに、どうしようみたいな感じになるんですよね。で、それが、例えば GG メソッドやってると、これはこっちに倒して、これで相型を作ってあげればいい。みたいなのとかが、もう強制的に持ち替えができないんで、もう向こう側で判断するしかないんですよね。だからそういう練習ができるなと思って、ちょっとやってみたらめちゃめちゃ面白かったということと、もうこの一番最初のエッジの反転方法の発見をしてしまったという感じで、今ね、めちゃめちゃ楽しくて、ちょっと GG ばっかりね、回してるんですけど、ぜひね、OLL を50個覚えたくないという気合のある方はですね、どういう気合だよな。GG メソッドやってみると面白いと思います。F2L が超快感ですよ。持ち替えせずにバンバン入るんで。じゃあ、例えば同じように青固定でやってみますね。手前は青です。で、上の面にはオレンジか赤がいたら、そいつはエッジが間違ってます。これ。下の面にオレンジと赤がいたら、エッジが間違ってます。大丈夫。中段ラインにオレンジと赤がいたら間違ってます。大丈夫。中段ラインにオレンジと赤がいたら間違ってます。こいつ。はい。ということで、オレンジと赤の間違ってるやつはこの3つでした。1、2、3。はい。次に、横に白と黄色が出てきてたら間違ってる。これですね。もう手が足りねえじゃねえか。こうね。で、横のところに白と黄色が出てきたら間違ってます。こいつね。上のラインと下のラインのここに白と黄色が入ってたら間違えてます。ないね。で、反対面は苦しいじゃねえか。ないね。ないね。大丈夫ね。赤とオレンジだからね。白黄色じゃないよね。上と下ね。はい。ということで、今回は、1、2、3、4、5、6。6、これね、6。6個間違ってましたと。これを手前に持ってきて、いろいろちょめちょめしてあげるんですけど、じゃあ、こうして、はい。今、これをここに持ってきました。間違ってる子を L と R と T と U の動きだけでここに持ってきたんですけど、この子をじゃあ90度カチッと。はい。90度カチッと動かしたんで、こいつらは正しくなりました。残りはこいつです。この2つ。2個の場合は、まず、これとこれ間違ってるんですよね。これとこれが間違ってて、これ正しいんです。正しい。間違ってるやつを90度カチッてやったら正しくなるんですけど、正しいやつが間違いになりますよね。やっちゃいますね。カチッとやると、こいつらが間違ってるという風になっちゃうわけです。ですが、ここに間違ってるのが1個いますよね。これをまたフロント面に持ってきて、間違いにしてあげると、はい。という感じで、これね、もう今みたいに2個のパターン、今のパターンですね。2個のパターンは1個ぶち込んで、3個間違ってる、残り1個の形にしてあげて、もう1回ぶち込んで、もう1回戻す。あとは、普通に4個のパターン。4個はもうここに何とかして持ってきて、カチッと回して正しくする。この2個のパターンと4個のパターン覚えてれば、必ずね、エッジの向きっていうのを正しくすることができます。で、今、はい。これちょっと今、カメラで見てるので、キューブ直接見てないので、ちょっと合ってるかどうかわかんないんですけど、じゃあ、一応向きが合ってるはずなので、クロスをちょっと入れてやってみますね。で、オレンジのクロス。絶対にこの動きしかやらないです。この動き。U と D。この動きしかやらないです。で、あと赤。赤はここにいました。赤を入れます。はい。で、これでクロスが
ほい、揃いました。で、F2L を入れていこうと思います。赤緑がここにいたので、持ち替えなしで、ほい、ここで入れて、背面にぶち込んで。で、青赤いたんで青赤入れちゃいましょうか。オレンジ、まあいいか。青赤入れちゃいましょうか。ほい。ほい。入れました。で、あとは、オレンジがなんか上にいなかった？あ、いたね。ここね。オレンジ青がいるんで、ここに入れます。で、これよ問題。これ。これなのよ。今、ここと、ここにいるらしいです。ここね。この状態で私 IT ができないんですよ。絶対持ち替えちゃうんですよね。でも、この状態で GG メソッドっていうのは判断して、なんとか絶対できるんですよ。絶対できるんですけど、この状態でまず判断をしないといけないっていう練習が強制的にできるので、これいいなと思ってやってるんですよね。で、これね、ただ一点だけちょっと思うところがあって、GG メソッドって普通にこれ CFOP で解いてたら、私どうだ、多分こうだな。これは普通にできますね。持ち上げて、ここで相型をこうやって作ってあげれば OK なんですけど、なんかね、GG メソッドやってる時の背面スロットの IT 化がですね、なんかどうあがいてもできないやつが出てくるんですよ。要は簡単に言うと、出してあげて、ちぎってあげてやらないといけないみたいな、要はめんどくさいパターンの F2L というのでしか、この制限があるんで、こことこことこことここしか使っちゃいけないよっていう制限があるので、なんかね、IT 化できないやつが出てきてですね、とか思うんですけど、とにかく私は少なくとも今の CFOP のレベルで、これをここで相型できるぜっていうのがこっち向きで判断できないんですよ。こっちだったらできるんですよ。この形ねっつってこうやってできるんですけど、こっち向きで、これ相型のパターンねって判断できないんですよ。なので、そういう練習に、なるからいいなと思ってやってます。で、はい、相型ができたので、背面スロットにぶち込む。やはりずっと持ち替えはしませんでした。ずっと青面を向けてやることができたんですね。で、必ず十字が出てきますと。なので、OLL を57パターンのうちの7パターンしか覚える必要がないですと。最強っすよね。なんかちょっとラッキーだな。はい、じゃあ復習です。青面を手前にした状態だったら、上と下、あとは中段ラインのところにオレンジと赤があったらダメです。はい。オレンジ赤ないね。オレンジ赤ないね。ラッキー。オレンジと赤ないね。オレンジと、ラッキー。ないですね。はい。次に、右側と左側に白と黄色のエッジがあったらそいつは間違ってます。ないね。こいつ。白と黄色。上の段と下の段に白と黄色があったら間違ってます。こいつ。ないね。はい。ということで、今回はこの崩れ方だと、この子とこの子が間違ってるよというパターンでした。で、2個間違ってるパターンなので、どちらでもいいんですけど、じゃあこいつをちょっと避けときましょうか。こいつ避けといて、合ってる、合ってる、合ってる、間違ってるという形にしておいて、この子をここにカチッと合ってるという風にセットしてあげると、これ間違い間違い間違いになったわけですね。今は、この子とこの子が違うよと、エッジが反転してるよっていう子だったんですが、これをカチッと90度動かすことによって、この子とこの子とこの子が違うよになっちゃったわけです。なので、残ってる違う子をここに持ってきてあげて、もう一回カチッとやってあげると、はい。これで、エッジが全部揃いました。こんな感じです。まずね、これ結構簡単なのよ。2個のパターンは今のやつで、4個のパターンとか6個のパターンとかは、6個だったら4個集めて1回カチッとやって、で、残りの2個のやつを今みたいなパターンでカチカチってやってあげると OK。8個とかも一緒です。なので、エッジが反転してるって結構いっぱい出てくるんですけど、地道に4個ずつとか2個ずつとか減らしていけばいいだけなんですけど、エッジのね、反転がどれなのっていうのって、なんか結構ね、わかりにくいんですよ。ですけど、これ、めっちゃわかりやすくないですか？上に横の色が出てきてたらそいつは違う。下に横の色が出てきてたら違う。中段に横の色が出てきてたら違う。ここもそう。で、側面のところは上と下の色がここにあったら違う。で、上の段と下の段のここに上と下の色、黄色と白が出てきてたら違う。みたいな感じで判別超しやすいんですよ。俺これね、天才だと思って。で、はい。とりあえず今これ EO が全部揃ってる状態です。揃ってる状態。じゃあ、L と R と U とかの動きだけで揃えていきましょうか。
ってこいってこい。はい。十字ができました。じゃあ F2L バチバチいきますね。オレンジ、緑見つけたんで、じゃあちょっと入れていきましょうか。ほい。入れました。で、青、これよ、こういうパターン。今これ、オレンジ青なんですけど、この向きでね、私 IT ができないのよ。青が出てくるから、ほら、なんかね、多分これ T 型とかにやろうと思えばできそうだよね。できないのかな。一回こうやってなっちゃうのかな。なんかね、背面のやつがね、まあでもとにかくこうやってじゃあ一回出したとしたら、まあ簡単ですよね。相型にしてやって、ぶち込む。で、ほら、いじめかよ。また出てきやがったよ。この形ね。じゃあ、これはここで相型できるっしょ。ほい。相型作ったので、背面にぶち込んでやると。で、最後が赤と青のこのパターンですね。赤と青のこのパターンだと、ほい。ほい。はい。持ち返せずに F2L が入っちゃいましたと。で、絶対に十字が出てきますと。これね、結構おすすめ。私みたいに早く揃えることにあまり興味がないっていう人、こうやってパズルを解く、新しいことを覚えるっていうことが結構楽しいっていう人は、これね、めっちゃ面白いです。GG メソッド。エッジが反転してるやつを見つけるっていうところで多分挫折するんですよ。皆さん。GG やるとき。なので、もうこれ超簡単な判別方法なので。揃え方が今みたいに簡単です。判別して、間違ってるやつをとにかくここ。別にバックでもいいです。バック面とかに持ってって。で、それでカチッてやってあげれば、エッジが全反転するので、それで OK と。なんとなくね、これはもう覚えていけば簡単です。もうね、どのエッジが反転してるかっていうのさえ探せてしまえば、めちゃめちゃこれ簡単なので、おすすめです。はい。うわーなんかもうやだな。やってみますね。じゃあ青が手前です。青が手前で、オレンジと緑が隣なので、上にオレンジと緑、下にオレンジと緑とかが出てきてたら、そいつらは間違ってます。間違ってる。間違ってる。こいつ間違ってる。はい。間違ってる。これやばいパターンだな。ちょっとやばいパターンだな。これちょっと待って。これ携帯じゃなくてちゃんとあれ見るね。で、向こうの中段ラインにオレンジ、間違ってる。こいつね。この中段ラインにオレンジと赤がいたら間違ってるんで、こいつ間違ってます。なので、もうこの時点で、1、2、3、4、5、6。6。これね、6。もう6個間違ってます。で、もうやめて。横のラインに白、黄色が出てたら間違ってる。これはもう今触ってるんで、こいつね。こいつ間違ってます。で、7個目ね。ってことは8個かな。こっちには黄色。で、ここの小指の黄色のところはもう薬指。ここの薬指で触ってるんで、これで触ってるんで OK です。今7個目。で、上の段と下の段に黄色、白があったら間違ってるんで、こいつです。こいつ間違ってるね。8個目。ということはこれで終わりかな。向こうにはないね。これ触ってるんで。8個です。はい。ということで、今回はもうちょっと大変なことになってね。大変なことになっているじゃないか。で、見てください。今、これと、これと、これと、これが間違ってるんですよ。つまり、バック面に間違ってるやつ4個埋まってくれてるんで、つまり、もうこの状態の時はバック面をカチッてすれば、残りがこれと、これと、これと、これだけになるんですよ。なので、もうとりあえず、わかりやすくもうバック面だけカチッてやっちゃいますね。これラッキーパターン。カチッ。はい。そしたら、これと、これと、これとこれだけが間違ってるやつです。4個のパターンなので、これを何とかしてここに持ってきます。で、こういうパターン簡単で、今これとこれね。これとこれを L でこう押してあげると、ここに間違ってるやつが来るので、D でここに持ってきてあげると、はい、めでたく。違うというのがここに集まりました。なので、まあどっちでもいいです。こっちでもいいし、こっちでもいいんだけど。90度だけカチッとやってあげるだけで、はい、これで全部エッジの向きが揃いました。じゃあ、揃えていこうかしら。今回はじゃあちょっとテクい感じで揃えていこうか。これね、一番最初にやった揃え方なんですけど、ルーメソッドの外バージョンというか、中央を揃えるんですね。で、中央を揃えてからですね、例えば、オレンジ緑っていうコーナー、ここ言いましたね。オレンジ緑のコーナーと、これ、クロスのエッジですね。クロスのエッジとコーナー探すんですよ。で、この子を、まあ普通にくっつけてあげるわけですね。この場合だと、こうくっつけるといいかな。こうやってくっつけます。くっつけてあげて、
この子で L 字に合体してあげると、十字を作るのと同時に X クロス。いかついね。で、赤と、これ赤ね。赤と緑。こいつ、赤と緑。おい。赤と緑がここにいます。で、赤と緑のこの 1×2 みたいなブロックができたので、これクロスパーツです。まだクロス揃ってないんで。クロスのやつとクロスのお隣のコーナーができたので、緑のこの子とくっつけてあげることによって、はい。という感じで、なんか苦手なね、背面の F2L をクロス組むのと同時に完了しちゃうんですよね。で、じゃあ残りは青オレンジをぶち込んでいって、で、赤と青ですね。赤と青をぶち込んでいって、十字が出てきます。楽しい。楽しいっすね。こんな感じでね、なんかそのいろんなやり方をやってるんですけど、まあこれの目的は本当にこの背面でね、その IT 化をするっていう判断ですね。私はもう基本的にもうここでしか大体 IT 化の判断ってできないので、なんかこういう向きで IT 化の判断っていうのが瞬時にパッとできるようになって、しかもその向きですぐにパッとこうなんか IT 化とかっていうのができるようになると、いやもっと早くなるよねというのがあるので、いやじゃあ追加 F2L 覚えろって話なんですけど、なんかね、急になんです。OLL を57個全部覚えた時もそうだったんですけど、なんかね、急に OLL 覚えようって思ったんですよね。全然覚える気なかったんですけど、そもそもなんかもう20秒ぐらいで揃えられるので満足してたんで、25秒とか27秒ぐらいかな、当時は。だから別に OLL なんて覚える気なかったんですけど、なんか突然覚えようと思ったんですね。で、なんかそれと一緒で、なんかこれも突然なんか、GG やってみようと思って、ちょっとやってみたら、めっちゃ面白かったっていう感じですね。F2L を持ち替えなしで入れれるし、OLL 覚えたくないっすよね。VHSL っていうね、揃え方もあるんですけど、めんどくさいっすよね。だったら、クロスを組むときに、エッジの向きを全部揃えてあげて、十字出しちゃえばいいじゃん。持ち替えなしで F2L しちゃえばいいじゃん。という話なんですよね。はい。こんな感じです。いやね、ちょっと私がもう本当にこの GG メソッドのど初心者なので、なんか面白さがあまり伝わらなかったかもしれないんですけれども、私が今回一番お伝えしたいのは、エッジの反転しているやつの探し方ですね。めっちゃ簡単です。どの色でもいいです。じゃあ、例えば、こういう風に、私は赤が好きだと。で、まあ、黄色下で白上がいいとなった場合は、ここに青が出てたらダメです。緑が出てたらダメです。ここに青と緑がいたらダメです。ここに青と緑がいたらダメです。ここに青と緑がいたらダメです。という感じ。で、ここに白黄色がいたらダメ。ここに白黄色がいたら要チェック。ここに白黄色。ここに白黄色がいたら要チェック。という感じでやってあげると、反転しているエッジっていうのを探すことができると。で、手前に持ってきてガチャンコやってあげれば OK と。で、エッジのその反転してるのって絶対偶数個になるので、2個なのか4個なのか6個なのか8個なのか12個なのかみたいな感じで、必ず偶数個になるので、まあ探してると、慣れると結構できると思うんですよね。はい。という感じで、持ち替えを一切しないで揃えることができます。よかったらぜひ参考にしてみてください。GG メソッドはね、今みたいにちょっとテクを使ってわざと背面ぶち込んじゃった後にここだけ残り揃えるっていうのをやったら、ぶっちゃけあんま意味ないです。意味ないんですけど、なんかね、ここのクロスを揃えるときにここも一緒に持ってきちゃうっていうのがめっちゃ楽しくてですね、わざとこれを作ってぶち込んでみたいなことをやってるんですけど、この L 字を作ってね。L 字を作ってぶち込むみたいなことやってるんですけど、まあ楽しいですね。めっちゃ面白いです。ぜひ GG メソッド興味を持たれた方はやってみてください。メリットとしては OLL を7個だけしか覚えなくていいよと。50個覚えたくない人は GG メソッドやってみと。F2L 絶対に持ち替えをしないで4箇所揃えることができるよと。やってみ。いつもご視聴くださりありがとうございます。まったねー。